皆さんこんにちは。今私はですねステップワゴンに乗っております。私この車を運転するのは初めてでして、どんな車かなと思って今運転してるんですけども、まず乗り出してですねこのアクセルを踏んで駐車スペースからスーッと出てきたんですけど、その時にやっぱ滑らかさがものすごく気持ちよかったですね。やっぱりホンダさんのこの EHEV ハイブリッドってこの滑らかさがすごく売りだと思うんですけど、我が家もいろんなね EHEV 乗ってるんですが、その中でもなんか一番ぐらいこの滑らかな気持ちよさをね出足で感じやすい車かなというふうに思いました。そのぐらいなんかすごくスーッと動いてるんだけども、動いてる気配を消しながら前に進んでいく感じがあって、なんかいつの間にか動いてるっていう表現はちょっとおかしいかもしれないですけども、それぐらいですね気持ちよく滑らかに前に進んでいく感じがあったんで、とてもまずね出足から気持ちいいなと思いました。で今街乗りで入ってきまして、こんな感じで今日ね、日曜日ということもあります。ちょっと車も混んでたりします。路上駐車もいるのでこんな感じで抜けたりしなきゃいけないんですけども、その時のこのアクセルとこのブレーキのねこの感覚なんですけど、初めて乗ったんですけども、とても扱いやすいなというふうに思いました。さっき私助手席にずっと乗っておりまして、やっぱりこの車とても大きいですので、やっぱこう運転してた時に例えばそのブレーキとかもね、なんかこう大きなやっぱり車とか背の高い箱型の車ってスピード出た後に本当に止まってくれるかなっていう、なんかそのちょっとなんとなくそういう恐怖感があったりするんですけど、助手席に乗ってた時にはその辺りのブレーキどうなのかなって思って乗ってたんですが、今自分が扱ってみまして、ブレーキが非常に自然ですし、やっぱりちゃんとね効いてくれる、ちょっと弱くて怖いなって感じもしないですし、非常にこの扱いやすくってですね、制動力も均一に立ち上がってくれて、こういったゆるゆるとした街乗りの中でもですね、とても自然にあまりカックになることなく扱うことができるブレーキかなと思ってるんで、この辺りすごくいいなというふうに思いました。であと乗ってて今こう走り出してね、まだこの街乗りなんですけれども、喋ってる時のこの声がやっぱりすごく反響してる感じがありまして、とても広い車内でまたこのミニバンということでね、窓ガラスがとても多い車なんですけども、一般的にやっぱり窓ガラスってどうしてもその鉄板の部分よりも静粛性が下がってしまうところだと思うんですが、やっぱ乗っててこう話しててとても自分の声がね車内で跳ね返って聞こえてくる感じがするので、そのあたりの静粛性がすごく高いなというふうに思いました。まだこの低速なので車自体がねゴーって走り出した時の音とかわかんないんですけど、もともとこの車が持ってる遮音性っていうのがすごく高いんだなっていうのがね今喋ってて思っているところです。今前の車がちょっと抜けましたんで、ちょっとぐっとね踏んでいるわけなんですけども、この時のね力というのもしっかりあるなというふうに思っています。やっぱり大きな車ですので車両本体自体はねすごく重さはあると思うんですよ。で今2人だけで乗ってるんですけども、やっぱりこの車であったらファミリーが乗るということで、多分4人以上でね乗ったりすることもあると思うんですけれども、その時にこうしっかりと加速してくれる感覚はあるんじゃないかなとは思います。ただ実際乗せて走ってるわけではないですし、今回試乗ということで高速道路は走れませんので、その時のパワーっていうのは一体どのぐらいのもんなのかなっていうところはちょっと気になるところはあるかなと思います。おそらく走り出してしまえば、この車は2リッターですのでパワー十分あってね、高速道路とか100キロとか120キロ最近多いですけども、その時の多分加速も楽々だと思うんですけども、多分出足の時のこの加速の感覚っていうのがたくさん乗った時どうなのかなっていうのはちょっとぜひユーザーの方は教えてほしいなというふうに思います。今2人で乗ってる限りはもちろん楽々発信するので、何のストレスも感じずにね発信できてるかなというふうに思います。車両の幅は把握しやすいなというふうに思っています。やっぱりこの箱型ということもあって、ボディがねいろんな流線形をしているわけではないので、前見た時にも、後ろをこう目視で見た時にもやっぱり四角いので、とても把握はしやすいと思います。非常に大きな車なのでとても気を使うところはありますし、やっぱり細い道とかですれ違う時にはやっぱり自分のね車の幅とかっていうのが気になるところは確かにあるんですけれども、今こういったシーンですね、ステップワゴンだらけの状況ですけども、今抜けてきますけど、こんな感じで抜けていけました。ですので非常にこの幅が入りやすいな、
っていうところはすごくあるかと思います。多分これはおそらくこの本田さんの車作りのうまさの一つかなと思いますので、こう乗っていて見てる時にね、例えばこのダッシュボード上とかになんかこう凹凸、かっこいい凹凸がついていて、それがガラスに反射してしまってなんかちょっと分かりづらいなって思ったりとか、ショルダーラインとかもねかっこよくデザインしようと思って外から見た時にちょっとこう流線形になろうとするとちょっと後ろ上がったりとかね、いろいろすると思うんですけども、その辺りもなくてまっすぐっていうところもあって非常に見やすい。あとボンネットもね運転席から見えてますんで、その辺りが関係してきていて、非常にこの車の幅っていうのが入りやすいなと思います。先ほどもすり抜ける時ね、多分1台ステップワゴンならいけるかなっていうぐらいの幅だったと思うんですけども、その時にもね左右の幅がすぐに入りましたんで、その辺りの運転のしやすさっていうのはあるかなと思います。もちろん5ナンバーサイズの例えばフリードとかに比べましたら実際の幅はありますんで気をつけなきゃいけないところはあると思うんですけども、このサイズにしては初めて運転して幅が把握しやすいようには作ってくれているんだなというふうに思います。ナビですね。ナビ非常に大きくって、例えば ZR-V の X グレードですとこのナビをつけることができるんですよね。確かディーラーオプションだと思うんですけども、そのディーラーオプションのナビすごく画面が大きくて見やすいんですけど、この画面自体の大きさがね邪魔になってしまう時もあります。で ZR-V ですとちょっとこの大きさが多分車の座ってる位置とかに関係してると思うんですけど、若干ねちょっとこうかかる時があります。ですのでちょっと視界の邪魔になる時あるんですけども、このステップワゴンでしたらやっぱり着座位置もねかなり高い位置に座ってて見下ろしてますんで、このダッシュボードよりもはるかに下にいます。ですのでフロントのガラス面には一切このね画面の大きさっていうのはかかってきていませんので、その点で非常に運転しやすいところはあるかなというふうに思っています。ですのでこのステップワゴンであればこのディーラーオプションのね大きなナビをつけたとしても非常に運転がしやすい、邪魔にならなくってこのナビの大きさだけをちゃんと享受してできるかなというふうに思います。今ここね60キロの道路に来ましたんで少しスピード出せるんですけども、さっきちょっと重さどうなのかなと思ったんですけど、今こうぐっと50キロ台まで上げたんですが、スーンってなんか綺麗な音しながらね軽々上がってきましたんで、やっぱり初速もすごく力強く出るんだなというふうに思いました。本田さんのね車の特徴としまして、アクセルペダルのこの踏んだ時の最初の方だとそんなにこうトルクがグンって立ち上がるような発進をしないんですよね。逆に最近のトヨタ車ですと少し踏んだだけでグンと出るような力強さがあるんで、例えば私みたいに今試乗した時ってやっぱ慣れない車なのでちょっと踏むのをねちょっとおっかなびっくりしてると思うんですよ。そうすると一気にこうグッて踏むってことをあんましなくって、ちょっと軽めのところ浅めのところでアクセルペダル踏んだりすると思うんですけど、そうすると本田さんの車ってなかなかねちょっと出ないところがあるんですよ。で逆にトヨタさんの車は浅いところでグンって出るので、多分そこだけを試乗でその浅いところだけを試乗で両者味わった時にはなんかホンダ車ってパワーないな、トヨタ車ってパワーあるなっていうような印象を受けやすいようなセッティングに実はなっています。ですのでこの本田さんの車と、ライバルとなるトヨタさんの車を試乗した時にもしかしたらこうやっておっかなびっくり踏んでるとこの車に対してちょっとね誤解してしまうところがあるかなというふうに今感じました、自分で。ですので例えば50キロ60キロでちょっとグッと行かなきゃいけないなと思って今踏める状況だったんで思いっきり踏めたんですけども、そうするとやっぱりこれホンダ車だなというふうに思いまして、グッと踏むとヒュンってすごい軽やかにトルクがブワッと立ち上がるので、決してパワーがないわけじゃないなってことはちょっと今すごく分かりました。ですのでぜひ試乗の時にはホンダ車の最近の特徴なんですけども、踏んであげるとすごいトルク立ち上がってグーンといきますので、ぜひ踏んでほしいなというふうに思います。多分ねこれ味付けの次第だと思うんですよね。トルクってどこで出すかって作る側がセッティングできるらしいので、トヨタさんの場合は多分最初の方に振ってやっぱり本当に出足軽やかパワーあるよっていう印象をつけたいってところがあるんだと思うんですけども、多分本田さんの場合はやっぱり最初からトルク立ち上がっちゃうとどうしてもやっぱり乗ってる人、ドライバーはいいかもしれないですけど同乗者がねとてもこう酔いやすくなったりとか急な揺れが大きくてね決して快適じゃなくなっちゃうってところを多分重視していて、本田さんの場合だとやっぱりその最初の部分の動き出しは同乗者がびっくりしないのに緩やかになっていて、ただ踏みたきゃ踏めばグンっていくよっていうようなねセッティングしてくれてるところがありますんで、この車は決してやっぱりパワーがないわけじゃ全然なかったなというふうに今乗っていて思います。すごい軽やかです。
ザラザラとした路面が入ってきまして、ロードノイズが、ね、高鳴りやすいところですけれども、ホンダ車の中ではすごく静かだなと思います。多分路面からの高さもあるので、耳が聞こえるところがね下の方にいないので、その分のね静かさもあると思うんですけれども、ゴーっていう高鳴りがすごく小さめかなというふうに思いますので、この辺りもね快適だと思います。もともとの遮音性はすごく高いなってさっきお話をしたと思うんですけども、ロードノイズが高鳴ったとしても、こういった車ですと後席のねお子さんとお話ししたりしながら移動すると思うんですけども、声が聞き取りづらいなってことはねほとんどないんじゃないかなというふうに思います。乗り心地もとてもいいですね。さっきも助手席に乗ってても思ってたんですけども、きつめの突き上げ感がないところがとてもいいなというふうに思っています。ZR-V もねとても気持ちいい車で、こう走ってる時のこのスーッといくような気持ちよさって、さっきからねどちらかといったらベゼルとかよりも ZR-V にこの車近いなと思ったんですけど、 ZR-V と何が違うかなと思って、やっぱり乗り心地なんですよね。ZR-V とてもスポーティーで足回りがねしっかりしてるっていうところもあってなのか、特に低速とかでボコボコしたところを走るとちょっとね突き上げが強くって、ちょっと鋭めにドンドンドンってね入ることがあるんですけども、このステップワゴンに関しましては、全く同じ道走ってるんですけど、車両汁もこれスライドドアなんであると思うんですけども、決してそのドンって着地した時の鋭さがないのがすごくいいなというふうに思います。もし ZR-V がこういった乗り心地の鋭さをねなくしてくれた優しさを持ってくれたら、よりいい車になるなって、すいませんちょっと ZR-V の話になっちゃったんですけども、思うぐらいこの乗り心地すごくいいなというふうに思います。あとはですね、こういった箱型の車ですので、やっぱりどうしてもベンチっぽく座りますよね。ベンチシートでなくて分かれてはいるんですけれども、やっぱりどうしてもこう座る時には寝そべった形で座るんじゃなくって、どっちかというと体を起こして食卓テーブルじゃないですけど、そういうのに座るような雰囲気に近いような感じで座る車かなというふうには思うんですよね。でそうなりますと、やっぱりアクセルペダルブレーキペダルを踏む時にも、やっぱりその寝てる車よりもその足のこの踏み下ろしとして上からこう踏み下ろすみたいな感じになると思うんですよね。でその上から踏み下ろす感じが、そのペダルの配置とかペダルのこの角度がおかしいと、なんか本当に上からこう踏み下ろす感じで、車運転してるんだけど、なんか遊園地の何か乗り物を運転してるような感じになってしまうミニバンもあったりすると思うんですけども、非常にこのステップワゴン乗ってて思うのが、足元だけは車っぽい感じで踏めるなってところがいいなというふうに思います。ですので着座姿勢すごく立っていて、視界もとても高くて気持ちいいんですけど、なんかこの足回りのこのペダルの踏みやすさっていうところがとてもね車らしい、ある意味車らしい感じがしていて、そこのね違和感っていうのがないところが、ミニバンなのにとてもいいなというふうに思います。やっぱりこの辺りホンダさんやっぱり走りをね追求しているメーカーというところもあるかと思いますので、やっぱこういうねペダルの踏みやすさとか踏み心地とか、踏んでる時のこの違和感のなさっていうところもね非常に考えて作ってくれてるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はですね、こちらのステップワゴン、私初めて試乗したんですけれども、乗ってみてすごくいい車でびっくりしたよっていうようなお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。別途ですね、主人も試乗した動画出していると思うんですけども、そちらでも話していたと思うんですが、本当にこの車いいなっていうふうに思ってます。私ホンダ車の好きなところとして、やっぱり扱いやすさとか緻密さとか、スポーティーにハンドルが切れて非常に意のままに扱えるってところが私ホンダ車好きなんですよね。で特に EHEV に関しては非常に滑らかさもそこに加わってきて、とても気持ちよく走れるってところが大好きなんですけども、このステップワゴン乗っててそのホンダ車の中のいいところのいろんな項目が全部上位にあるなっていうふうに思ったんで、本当に私たちはこの車、いろんな車気になる中でもですね買わなかったんですよね。でその理由としては、私たち夫婦2人なので、どうしてもこの大きな車をですね使う用途がなかなかないという、普通の一般的な理由で購入はしていないんですけども、車の出来として、運転してる感覚として、乗ってる感覚としてはですね、ホンダ車好きとしてはぜひ欲しかったなっていう一台だなっていうふうに今ね初めて試乗して感じているところです。今後もこのチャンネルではですね、ホンダ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。